ねえきなこ、AI が自分で攻撃コードを組み立てる実験。半年全波数100回試して2回しか成功しなかったのに、今は181回も成功したって知ってた？そう。しかもこれ、一般公開されるどころか、アンスロピックがあえて隠してるレベルの話なんだよ。隠してる？そんなにやばいもんなん？150組織、15カ国、それに NATO まで参加してる巨大プロジェクトが絡んでるの。 NATO？ なんでそんなとこまで出てくるん？しかもこれ、たった5週間で1万件以上の重大な脆弱性が見つかったっていうおまけ付きなの。1万件ってもう AI が世界中のバグを総ざらいしてるみたいな。この動画を見終わる頃には AI が自分の身内と戦う新しい防衛の仕組みがわかるようになるよ。 AI が AI と戦うってなんか SF 映画みたいやな。 SF どころかもう実際に動いてる話なんだよね。150組おってなんかもう国レベルの話になってきてへん？僕でもついていけるかな？大丈夫、一つずつ丁寧に話すから安心して。しかし AI が自分でハッキングして自分で直すって今までのセキュリティの常識と全然違う話やな。そうなの。だからこそ世界中のセキュリティ関係者が今一番注目してるプロジェクトの一つなんだよね。怖いようなワクワクするような、早く聞かせてよ。じゃあ早速見ていこう。お手柔らかに頼むで。任せて。まずは規模の話からね。181回とか150組織とか数字が多すぎて頭パンクしそうだよ。パンクしないように一つずつゆっくり紐解いていくから大丈夫だよ。きなこもっちーのテック深掘り。今日も一緒に深掘りしよう。150組おってさっき言うてたけど、それって実際どれくらいの規模なん？最初は11社だけだったの。それがたった5週間で150組織15カ国以上に広がった14倍の拡大なんだよ。ちなみに最初の11社は AWS やマイクロソフト、Google、NVIDIA みたいな名だたる IT 企業だったんだよ。めっちゃ豪華な顔ぶれやん。14倍で数字だけ聞いてもピンとこえへんわ。じゃあ言い換えるね。普通なら1年かけて見つかるくらいの脆弱性がこの5週間だけで出てきたの。それってワイの回し車が急に14倍早く回り出したみたいなペースやん。しかもただの脆弱性じゃなくて効果致命的レベルだけで1万件超え。1万件って他にも何か具体的な数字あるん？実はアンスロピック自身がオープンソースのプロジェクトをスキャンした結果も公開してるの。23019件の脆弱性のうち6202件が効果致命的、全体の約 26.9% だよ。それ AI の勘違いとかじゃなくてちゃんと本物のバグなの？そこもちゃんと確認済み。外部のセキュリティ会社が1752件を精査したら9割以上が本物だったの。9割以上で AI の精度めちゃくちゃ高いってことやん。そもそもなんで AI ってそんなにバグ探しが得意なん？人間だと数百万回テストしても見落とすようなパターンを AI は膨大なコードを突かれずに読み続けて見つけ出せるからなの。そこが今日の話の核心なんだよね。見つける力がここまで上がったのは事実。でもそれを全部直せるかはまた別問題なの。なるほどな。とりあえず見つける方はめちゃくちゃ強いってことやな。しかも対象は普通の企業だけじゃなくてもっと重たい業界にまで広がってるの。重たい業界？そう思うよね。実は電力、水道、医療、通信、半導体みたいなハードウェアが新しく加わったの。最初の11社は AWS とかマイクロソフトみたいな IT 企業中心だったから業界の顔ぶれが一気に変わったんだよね。電力とか水道って止まったら普通にやばいよね。そうなの。だからこそ今回の拡大は単なるビジネス拡大じゃなくて社会そのものを守る意味合いが強いんだよね。電力と水道は生活に直結、医療は患者データや医療機器を守る話、通信は世界のネット回線そのものだから狙われた時の影響が段違いなの。半導体とかハードウェアも入ってるんはちょっと意外やな。半導体は世界中のデバイスの土台。そこにバグがあるとその上で動く全部の機器に影響するから根っこの部分を守る感じなんだよね。
なるほどな。どれも止まったらシャレにならないところばっかりだね。そうだから狙われたら被害が大きいの。しかも今回は NATO とカイニサみたいな国際機関まで参加してるんだよね。顔ぶれで言うと認証サービスのオクタや半導体のサムスン SK ハイニックス、通信キャリアの SK テレコムも新しく参加してるの。半導体の会社まで参加してるのはさっき言ってたハードウェアの話とつながるんだね。軍隊まで出てくるレベルの話な。そんな映画やん。軍隊っていうか防衛のための組織だけどね。それくらい本気度が高いってこと。でもなんで AI の会社がそこまで入り込むん？普通に儲かる企業だけでよくない？攻撃されたら1億人以上に影響が出るかもしれないレベルの話だから、国家の安全保障にも関わってくるの。1億人ってそんな力持ってるん AI よ。なんで一般には使わないの？いい質問。実はアンスロピック自身がこの技術は一般公開しないってはっきり言ってるの。なんでやねん。せっかくすごい技術やのにもったいないやん。白状するとね、この数字を最初に見た時私も思わず二度見しちゃったの。そんなに？どんな数字なん？その前に見つけたバグの中身がすごいの。OpenBSD に27年前から潜んでたバグまで AI が自分で見つけちゃったんだよ。27年前で僕が生まれるずっと前からのバグ、今頃見つかったってこと？そう。他にも FFmpeg の16年前の欠陥やFreeBSD の17年前のリモート攻撃可能なバグも見つけてるの。何十年も人間が見逃してたバグを AI が淡々と掘り起こしてるってことか。前の世代のモデルは攻撃コードを最後まで自力で組み立てる成功率がほぼ 0% だったの。 0% ってそもそもエクスプロイトってなんなん？ただの攻撃のことを？厳密には違うの。エクスプロイトはソフトの欠陥を実際について悪用するための攻撃コードのことだよ。しかも小さいバグを何個もつないで複数のパケットに分けて攻撃ルートを組み立てるくらい高度なこともやってのけるの。パズルみたいにバグを組み合わせてるってことか。で結局その成功率は？それが今のミソスクレビューだと Chrome の JavaScript エンジンの脆弱性41件のうち21件、およそ半分で成功してるの。じゃあ見つければ見つけるほど世界は安全になっていくってことやん。バンバン使いこたらええやん。そう思うよね。でも実際は逆で、見つかる速さに人間の修正作業が追いつかなくなってるの。見つけた分ちゃんと直せばいいだけじゃないの？理屈はそう。でも1年分の脆弱性が一気に押し寄せるとパッチを当てる人間の手が足りなくなるって専門家は指摘してるの。ボトルネックが見つけるじゃなくて直すの方に移ったってことか。その通り。だからアンスロピックも今は脆弱性を見つけるだけじゃなくパッチを自動生成する方にも力を入れ始めてるの。見つける専門家から直す専門家にくら替えってことを？近いね。しかも古いプログラムをバグが起きにくい安全な言語に書き直す作業まで任せ始めてるんだよ。こんな力持ちってんのアンスロピックだけなん？他の会社は大丈夫なん？そんな強い力変な人に渡ったらどうなるん？いいところに気づいたね。実はそこがアンスロピックにとっても一番の悩みどころなの。実はアンスロピック自身がまだ安全に一般公開できるレベルじゃないってはっきり認めてるの。危ないって分かってて研究は続けてるってことを？なんかもやっとするな。そのもやっとする気持ち、実はちゃんと名前がついてるんだよ。ASL さんっていう安全基準なの。ASL さん、なんかかっこええ名前やけど具体的に何してんの？アンスロピックのレスポンシブルスケーリングポリシーっていう社内ルールの中で一番厳しい保護基準の一つなの。ASL さんってサイバー攻撃専用の基準なん？もともとは科学、生物兵器みたいな悪用やモデルの中身が盗まれるのを防ぐための基準なの。サイバー能力もそこに含まれる形なんだよね。危険な出力をリアルタイムで検知して遮断する仕組みなの。専門的にはディテクト&ブロックって呼ばれてる。それってもう完成してるやつなん？少しずつ形にはなってきてる。6月には安全装置付きの一般向けモデルクロードフェイブル5も出たの。
じゃあ一般の人も少しは近い力を使えるようになったってことか。そうなんだけど、実はその直後脱獄手法が見つかってアメリカの商務省がストップをかけたこともあったんだよ。政府まで出てくるん？そんなん国家プロジェクトやんけ。実際そのくらいの重みで扱われてるってこと。今は新しい安全フィルターを作って政府の承認を得て再開してるけどね。なるほどな。つまり150組織だけに絞ってるのもこの安全基準があるからってことか。そういうこと。強すぎる力だからこそ渡す相手を厳しく選んでるんだよね。でもさ、オープン AI とかの他の会社も似たようなジレンマ抱えてるんじゃないの？鋭いところに気づいたね。実はオープン AI はアンスロピックとは真逆のやり方をしてるの。まさかってどういうことなん？同時期の2026年4月にオープン AI も独自のサイバー防衛モデルを発表してるの。アンスロピックのミソスは150組織だけに絞る門番型。オープン AI の GPT5.4 サイバーは数千人の専門家に開放する民主化型なの。数千人ってそれこそ変な人が紛れ込みそうやけど。そこはしっかり本人確認をした上での話で、あえて拒否の境界線を下げて正当なセキュリティ業務には応じるよう調整されてるの。アンスロピックは AI が自分で攻撃力を持ってる方で、オープン AI は既存モデルの制限を緩めた版ってことを。その理解で合ってるよ。 GPT5.4 サイバーはソースコードなしでソフトを解析するバイナリ解析が強みなの。その専門家って具体的にどんな人らが使うん？ 24時間体制で攻撃を監視する SOC、 つまりセキュリティ運用センターのアナリストたちの作業を効率化する狙いがあるの。でも GPT5.4 サイバーもミソスと同じくらい危険な扱いされてるん？実はそこも違うの。オープン AI の安全評価だと GPT5.4 サイバーは高止まりで最上位の致命的には届いてないんだよね。同じサイバー防衛でも危険度の評価まで違うんだ。面白いな。ミソスは未知のゼロデイを自分で見つけて攻撃ルートまで組み立てる。 GPT5.4 サイバーはすでにあるソフトを丁寧に調べ上げる。役割分担なの。どっちのやり方も結局攻撃側に AI が渡る前に守る側に AI を渡そうってことなんやな。まさにそれが両者共通の狙いなの。 AI 対 AI の防衛競争はもうこの瞬間から始まってるんだよね。でもさ、こんな高性能な AI 使うのってめっちゃお金かかりそうやな。で、それもわかるん？鋭いところついてくるね。実は利用料はかなり高額で、その分両者とも巨額の支援金を用意してるの。そんな大金使ってまでなんでそこまでするん？普通に儲けだけ考えたらいいんじゃないの？それだけ防衛側が今すぐこの技術を使えるようにしたいっていう本気度の表れなんだよね。実際すごい金額なんだよ。ミソスプレビューの利用料、入力100万トークンあたり25ドル、出力は125ドルもするの。たった、Y のひまわりの種1年分買えるレベルの値段やん。普通のチャット AI と比べると本当に別物の値段なの。それだけ計算資源を使ってるってことでもあるんだよね。そうなの。だからアンスロピックはこのプロジェクト全体で最大1億ドルの利用クレジットを用意して負担を軽くしてるんだよね。しかもオープンソースのセキュリティ団体には別で400万ドルも直接寄付してるの。1億ドルで Y の一生分のひまわりの種代でも足り金レベルやん。オープン AI の方も1000万ドルの助成金プログラムを別で用意してる。両者とも単なる慈善じゃなくて戦略的な投資として動いてるの。単に儲けたいだけやなくて業界のルール作りを急いでる感じもするな。そうなの。攻撃側が決定的に有利になる前に防衛側に時間を稼いで新しい安全のルールを世界規模で作ろうとしてるんだよね。それだけお金かけてまで急いでる理由なんとなく分かってきたな。もしこの力が将来制限なしで世に出たら脆弱性の発見から悪用までの猶予期間が数時間や数秒に縮むかもしれないって言われてるの。数秒でもうほとんど反応する暇ないね。だからこそ見つける直す確認する全部の作業を AI に任せる自己修復の仕組み作りが急がれてるんだよね。 AI が見つけて AI が直して AI が確認する、なんか壮大な話になってきたな。
今日はその入り口を見てきたって感じだね。今日のポイントをまとめると、 AI が脆弱性を見つける速さが人間が直す速さを追い越しちゃったってことなんだよね。見つける力はもう化け物レベルやのに、直す方が追いつかへんっていうのがなんか皮肉やな。150組織、15カ国、NATO も参加、1万件超の脆弱性、41件中21件の攻撃成功。数字だけでも今日は盛りだくさんだったね。そうなんだよね。だからこそ発見だけじゃなくて修正に AI を使う流れがこれからどんどん進んでいくと思う。150組織限定の門番型と数千人に開く民主化型、どちらの戦略が主流になるかもこれから注目のポイントだね。僕は正直150組織に絞るアンスロピックのやり方の方が慎重で好きやな。私はどっちも一長一短だと思うな。慎重さとスピード両方大事だから。これ覚えとくと得する話やな。保存しとこ。ちなみに今日話した AI 対 AI の防衛競争、実は私たちが普段使ってるアプリのセキュリティにもじわじわ関わってくるんだけど、それはまた別の動画で詳しく話すね。気になるやん。それ絶対見るわ。楽しみにしててね。じゃあ最後にいつものやついいかな。そういえば飼い主、また新しいセキュリティ関連の本買ってたよね。そんな本読む気があったら Y の刑事新調してほしいわ。まあまあ、それはそれとして、みんなは AI が自分の身を自分で守る時代についてどう思う？コメントで教えてね。僕はちょっとだけ怖いけど、それ以上にワクワクもするな。この線どうなっていくか一緒に見守っていこうね。参考になったら高評価いいねしてくれるとおやつ代になるよ。チャンネル登録と通知オンもよろしくね。バイバイ。またね。